こんにちは、みどちゃれ TV の愛です。今回は湯河原にお部屋食が食べられるのにとってもリーズナブルでアットホームな人気宿を見つけたのでやってきました。なんとチェックインは12時から OK だったり、1万円前後のプランがあったり、かなり人気のお宿です。ついついただいまって言ってしまいそうな自宅に帰ってきたようなほっこりする旅館です。今回はどんな旅になるのか、それでは本日のぼっち旅、スターティン。はい、ということで、泉入り口というバス停に到着しました。駅からは所要時間だいたい 4,5 分ですが、私はここまで歩いてきました。途中神社に寄ったりして、のんびりと散策しましたよ。そして、ホテルの真ん前は和菓子屋さんがあったので、こちらで明日用のおめざを購入しました。はい、ということで本日の宿泊先がこちら、グリーンソーさんです。それでは中に入ってみましょう。チェックインを終えて早速私のお部屋に向かいますが、こちらにはエレベーターがないので、私のお部屋がある3階までは階段で上がります。荷物が多いという方は2階をお願いしたりとかね、相談してみるのもいいかもしれません。そして到着です。梅のお部屋です。どんなお部屋かな？はい、お部屋に到着しました。では、ルームツアーです。お部屋全体の雰囲気がこんな感じ。すごい立派です。お部屋食付きで1万円ぐらいだよ。すごくない？まずここがどうなってるのか気になるから開けてみよう。おー。すごい立派です。いいですね。しかも足マッサージがなんかついてる。洗面台がついてます。ちょっと冷蔵庫見てみようかな。おー、これはまあお金かかるやつなんだけど、料金がここに書いてあって安心ですね。そしてすでにお布団を敷いてくださっています。で、テーブルがあって、なんかこれさ、ちょっと待って、俺さっき買ったやつじゃない？はい、さっき買ってきたやつ、これね。ちょっと開けるね。みかんもなかがお店の売りって聞いてちょっと違う。これが買ってきたやつ。これ置いてあったやつ。こっちの方がね、ちょっとちっちゃい。コンパクトです。まあ中身はね、味は一緒だと思うけど、ちっちゃいです。よかった。引き続き、ここにね、浴衣とかタオルがあって、はい、クローゼットがあります。はい、お茶受け。はい、テレビ周りはこんな感じです。はい、ちっちゃめですけど、グラスもあります。まだ出られそうだけど、まあ、雨降ってるし、いいね。はい、そしてリーズナブルですが、お手洗いもついています。見てみましょう。はい、明るくて綺麗なお手洗いです。すごい。はい、以上、ルームツアーでした。ということで今ね、4時20分で5時半にお夕飯を運んでくれる準備が始まるということなので、早速お風呂に行きたいと思います。はい、お着替えしました。なんか昔ながらの浴衣なんだけど、すごくね、素材が薄めで柔らかくって、でこの紐がね、ゴム製になっててすごい結びやすいの。めちゃくちゃ着心地いいです。じゃあお風呂に入ってきます。はい、お風呂から上がりました。すごい気持ちよかったです。お風呂はね、非常にコンパクトで、洗い場が2人しかなくって、お湯もね、ほんと家族風呂みたいな感じの大きさでしたが、まあこのお値段だから、そりゃそうだよねっていうところで乾杯したいと思います。はい、桜ビールを買いました。これがあると、ついついね、買っちゃいます。可愛いから。では、今日もお疲れ様です。いいですね。なかなか、なんか趣あるお宿っていう感じ。旅館だけど、なんか雰囲気は民宿っぽい雰囲気もあるアットホームなお宿です。でも旅館なんだよね。やっぱ場所がいいよね。湯河原の駅から車でっていうかバスで5分ぐらい乗ってきて、歩いて2、3分でしょ？あとこっちの方に行くと南陽公園行けるので、すごくね、いい場所にあると思う。ここでもいいかも、この場所が。私ずっとここを公園って読んでたの違うんだよね。なんだっけ？披露宴ほんとバカですいません。ちょっと漢字わからなすぎて。はい。ほんと知識がないんですよね。に公園だと思っていた、こちらは披露宴ですね。こちらでゆっくり過ごしているうちに5時30分になったのでお料理を運びに来てくれました。はい、すいません。お
待たせいたしました。ありがとうございました。じゃあお食事の人はそちらで8番で一番、はい。ご連絡いただければまた再現に来ますので。はい、ありがとうごはい、すいざいます。ません。はい、ということでお料理をセットしていただきました。すごくない？お見せします。はい、お料理です。そして船盛りもちゃんとあります。すごい。煮物でしょ？焼き魚、豚しゃぶサラダかな？そしてなんかのお魚のフライです。では、いただきます。よし、じゃあね、まずは乾杯しましょう。2本目。では2本目。お疲れ様です。最高じゃん。じゃあまずはちょっとなんかなんというの、お通しみたいなものからいただきます。部屋でゆっくり食べられるのってやっぱりいいよね。美味しい。はい、豚しゃぶさね、野菜少なめですけどお肉がゴリゴリ入ってます。これはカツオかな。いただきます。やっぱり海の近くだけあってお刺身美味しいです。はい、そしてじゃん、かぼちゃの煮付け。程よい甘みと程よい塩分。かぼちゃの煮付けって結構旅館だと甘すぎるところあるでしょ？ここはね、ほんのり甘くて美味しいの。マグロ。ご飯、食事めっちゃ美味しいです。これなんだろう、なんかね、説明書きはないのね。ちなみにこのプランは船盛り付きのプランなので1万円ぐらいでしたけれども、電話予約限定ビジネスマン応援プランというね、平日限定の2食のプランでは8800円のものもあります。すごいですよね。これちなみにね、サバかなって後から思ったんだけど、結局聞くのを忘れちゃいました。はい、このお魚のフライを食べてみたいと思います。ということで、まずはハイボールタイム。では今日もお疲れハイ。そしてね、なんかね、こっから見えるね、景色で本当にね、たわいもない住宅街なんだけど、山も見えるし、で窓がね、結構開放的ですごくいいの。わかります？味があるっていうの。すごい素敵。締めは味があるということで、アジフライとご飯で食べていこうと思います。1個はね、おつまみとして食べてたんだけど、これ絶対ご飯と一緒に食べたいと思って取っておきました。すっごく美味しかったです。湯河原に隣接する真鶴半島の入り江では、アジがよく釣れるそうです。ご飯を食べてほっこりしちゃいました。ごっちゃんです。はい、ご飯食べ終わりまして、今ね、この窓際でゆっくりね、飲もうかななんて思っています。でね、回ってるか。お料理を運んでくださる方と今お話をしていてね、聞いたんだけど、このお宿、お部屋にお手洗いがあるのはこの部屋だけなんですって。びっくりした。このお部屋が、だから3階の梅のお部屋が良かった。なので、動画を見てくださっている方でこのホテルに泊まりたいっていう方だけのこっそり情報です。なんかね、中井さんは電話で直接梅の部屋がいいですって言うといいですよって言ってたんだけど、旅行会社からのプランでもトイレ付きプランっていうのがあったので、そっちからも予約できそうです。ただ、トイレ付きのお部屋は全体でこの一部屋だけなので、早めの予約をお勧めします。そして、3階なのでエレベーターがないんですけれども、それが大丈夫な方？だからちょっと足腰とかね、無理だなとかそういう方はあれなんですけれども、
うちの母もね、多分、もうお風呂の行き来1回だけだったら問題ないと思う感じの、階段だったので、そんなところかな。荷物私が持ってあげれば。自分の体だけこうやってね、だって実家も2階とか上がってるし。そんなところでございます。何回も行ったり来たりはできないけど、結局食事もお部屋で食べるしね。行きのお部屋に入るときとお風呂に行きたいときだけ。はい。そんな感じでございました。そうで、この景色がすごい良くてね、山をこう両サイドに見えるので、なんか山、お名前があるんですかって聞いたら、あると思うけどわかりませんって。可愛い方でした。はい、ということで、もうお休みしたいと思います。時刻は10時ぐらい。なんかね、明日7時半に朝食なんだって、そしたら6時半に起きたいので、おやすみマンボウ。バイチャ。おはようございます。朝です。時刻は6時35分。天気はどうかな？ちょっと雨降ってる感じ。はい、おはようございます。朝です。そしてお風呂から上がりました。こじんまりとしているお風呂なので、誰かいらっしゃったら時間をずらすかやめようかなと思ってたんだけど、いらっしゃらなかったので、ゆっくり疲れました。気持ちよかったです。そしてちょっとね、お茶をいただこうかなって思ってます。今時刻は7時10分。7時半にお料理が運ばれてくるの。お茶をね、待ちましょうね。はい、そして今朝のお目覚は旅館に用意していただいているみかんもなか、ちょうどね、旅館の目の前、道路を渡ったところの和菓子屋さんのもなかです。ちっちゃいんだけれども、お店で売ってるやつはね、ちょっとワンランク大きめ。大きめというか多分、このサイズがこう重なってるのがこっちだ。ということで、こちらをいただいて、こちらはお家でお土産に持って帰ろうと思います。じゃあいただきます。みかんもなかだって、袋になってるこういう感じでいいですね、取りやすくて。かわいい。こんな感じです。ではいただきます。こんな感じで、あん自体にみかんが練り込まれていて、とっても爽やかな味がします。なんかみかんが入ってるのかと思った。そんなわけないか。ではお茶をね、いただきたいと思います。お茶でございます。いただきます。美味しい。静岡が近いから美味しいよね。美味しい。じゃあちょっとね、あと15分ぐらいなので、ゆっくりお茶をいただきたいと思います。おはようございます。今雨。やんでますね。少しやみますかね。ということで、朝ごはんの用意をしていただきました。あとご飯をね、入れたいと思います。お茶碗に。非常にね、日本の和という感じです。やっぱりアジの干物があるね。では、いただきます。まずはサラダからハムのサラダです。ドレッシングはかかってましたね。ます。よし。はい。混ぜご飯作りました。アジと海苔と梅とひじき。美味しそうでしょ？はい。勝手に混ぜご飯作りました。なぜかというと、アジの干物って骨取るのすごい大変じゃない？こう取りながらご飯食べて、取りながらご飯食べてとすごい時間かかっちゃうので、一句にほぐしたのね。そしたら、そうだ、混ぜご飯作ってみようと思って作ってみました。じゃあちょっと食べてみます。いただきます。よいしょ。めっちゃうま。おにぎり屋さんの混ぜご飯みたいな味ですごく美味しいです。
豪華ではないけれどほっとする朝ごはん。こんな穏やかな時間が過ごせる宿に出会えると、また旅に出たくなります。この後も湯河原の街を少し散策してみたくなりました。はい、間もなくチェックアウト。今回をまとめていきたいと思います。こちらのチェックアウトは10時30分です。ですが私はちょっと早めに出て、ちょっとフラッとしようかななんて思ってます。そしてまずね、気になるお値段がこちら。1泊2食付き、しかもお部屋食付きの料金です。わー、安い。安い安い。はい、部屋食で、この辺でも安くて2万近くするのが普通なので、あとはまたもっと上とかね、なかなかないと思います。破格なお宿でした。はい。そして、私の率直な感想は、アットホームなほっこり宿でした。そして泊まれてラッキーなお部屋でした。はい、もうこのお部屋は本当にラッキーですね。3階の角部屋でお手洗いもついていて、唯一一部屋って言ってたかな、本当ラッキーでございました。じゃあどんな方に向いているか。やっぱりね、よく私が言っているきらびやかなお宿を求めていなくって、やっぱりこうアットホームで、そして味わい深いホテル、かつリーズナブルに抑えたい方、かつ部屋食が食べたい方におすすめだと思います。はい。部屋食ってなかなかね、少なくなってきている中、このお値段本当にないなと思いました。皆さんもよかったら泊まりに来てみてはいかがでしょうか。はい、今チェックアウトが終わりまして、お土産にうちわをもらいました。好きながら持ってっていいよって2枚くれました。かわいい。なんかさ、お家でお寿司とかね、こうやってやるときにいいかなと思って。うちわ。なんかさ、送迎もしてくれてるみたいで、帰り車乗ってくって言われたの。すごいね。で、皆さん乗って帰ってた。アジサイが咲いていましたが、もうそろそろね、終わりの時期かもしれないですね。はい、目的地に到着、玄関テラス。はい、ということで、万葉公園のもう入り口のところにある玄関テラスにやってきました。こちらは2021年4月にオープンした比較的まだ新しい施設ですね。中にはカフェやコワーキングスペースなどがありまして、コワーキングスペースは無料です。カフェの飲食代は別途有料となります。じゃあちょっと2階に上がってみましょう。こちらがコワーキングスペースです。窓際はやっぱ人気で埋まってました。そしてこちらは1階です。せっかくだから私こちらでちょっとお茶をしようと思いました。はい、これ待ってるところですね。で、注文したのはこちらです。しらすピザ。これなんと500円でした。はい、あとね、カフェラテを注文しましたよ。美味しそう。あいにくの雨です。さっきよりも雨が強く降ってきましたが、これはこれでとってもロマンチックで私は好きな光景です。雨の音を聞きながらゆっくりカフェタイム。さあ、早速食べてみますよ。しらすとチーズと大葉の相性って抜群だよね。私これ結構好きでお家でもやります。トーストにね。そしてね、この建物の2階のすぐお隣にはね、万葉亭という茶室もあるの。私ね、20年ぐらい前かな、両親と一緒に来てね、お抹茶とかいただいたのが懐かしくて、まだあったから嬉しかったです。万葉集ゆかりの万葉公園内に立つ縄文茶室万葉亭。次回はそちらでまた抹茶をいただきたいなって思いました。雨の音がまるでヒーリングミュージックのようで、雨降る湯河原も悪くないね。ということで、今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。実は今回の旅では、動画に入りきらなかったホテルまでの道のりや、旅の雑談シーンなどの未公開映像があります。こちらはメンバーシップ限定動画として、7月6日月曜日8時に公開予定です。ぜひそちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまた次の旅でお会いしましょう。みどちゃれ TV の愛でした。